皆さんこんにちは、チャッキーです。今回はですね、覚えとくとむちゃくちゃ便利なね、あっという間に作れるお漬物の作り方を紹介させていただきます。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。白菜3枚、今回は外側の少し大きめのところを3枚使います。お塩2つまみ、小さじ1杯から2杯ぐらいでお好みの加減で調節してください。鰹節は少しねこうつまむ感じでわさっと適量用意してください。そしてビニール袋1枚用意してください。このね使用するビニール袋は調理専用のビニール袋を使ってください。ジップロックなんかでも構いません。材料は以上です。はい、こちら白菜の方はもう食べやすい大きさにね適当で構いませんのでザクザクと刻んじゃってください。これぐらいでいいですかね。もうざくりんちょといっちゃいます。そこまでね大きさにこだわりはないので食べやすい大きさにも適当に刻んじゃってください。はい、ザク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 リンチョと、はい、こんな感じで OK です。白菜の方が刻めましたら用意しておいたこの調理用のビニール袋に全て入れちゃってください。はい、こんな感じでビニール袋に白菜を入れます。そうしましたらこの中にこちらね用意しておいたお塩、そして鰹節。この鰹節はね少し手で揉みながらねできるだけ細かく潰してこう粉状になるように入れてください。この状態でもう袋ごとねフリフリします。こんな感じ。はい、全体的にお塩と鰹節がね白菜に絡むようにしっかりとフリフリしてください。お塩鰹節を白菜の方にまぶしましたらこの袋の上からね30回ぐらいこんな感じで全体的に揉み込みます。はい、こうすることでねお塩のパワーで白菜が少ししんなりしてきますので30回ぐらいで構いませんので揉み込んでください。ここまでできましたら電子レンジ600ワットで30秒加熱します。はい、電子レンジにセット。はい、今電子レンジで30秒加熱してきました。ほんのりね温かくなってる状態です。そうしましたら再びこの袋の上から全体的に30回ぐらい揉み込んでください。こうするとね白菜の中から水分がめちゃくちゃ出てきますので30回ぐらいしっかりね揉み込んでください。わかります？ちょっと水分が上がってきてるの。こんな感じになりますんでね30回もみりんちょっと揉み込んでください。はい、今ねしっかりと揉み込んだ白菜、ちょっと袋大きかったんで上の方切ってきましたけど、こちらねこの袋のね口を下に向けてぐーっと絞ってください。思いっきり握り込んで絞っちゃいます。はい、こうするとねこの白菜から出てきた青臭い匂いなんかを含んだ水分が思いっきり出てきますんで、この水分はもういらないんでほかしてください。ここでぎゅうぎゅうに握り込んで水分をしっかり切ります。はい、もうこんだけ余分なね白菜からちょっと青臭い匂いなんかを含んだ水分が出てきますのでほかしちゃいます。はい、そしてこちらこの残った白菜とお塩とかぶつお節を混ぜたもの、これがねもうあっという間に作れる白菜の浅漬け。はい、こちらねもう電子レンジを使ってねお塩をあっという間に全体的に回した白菜の浅漬け完成です。ちょっと盛り付けていきましょうかね。ほんのり温かいんでそれが気になる方は冷蔵庫の方にね30分ぐらい入れてしっかり冷やしていただいても構いませんし、
これこのままね一晩冷蔵庫で寝かしたらもうむちゃくちゃね味が回って美味しくなります。もちろんこのままでももうすでに浅漬けで美味しいんでね、ご飯と一緒にぜひ食べてみてください。はい、こんな感じで器に盛り付けましたら、お漬物がない時にね覚えておくと便利な5分で完成する白菜の浅漬け出来上がりです。それでは今日もいただきます。めっちゃ浅漬け美味しい。今回のねこの浅漬け結構あっさりめに作りましたんで、お好みで塩加減なんかは調節いただいてね全然構いません。こういうねあっさりの感じの浅漬けにした時はね、お醤油とかこういうだし醤油があれば少しねテケテケっとかけていただいたらもうめちゃくちゃご飯に合います。これねかきだし醤油今ハマってるんです。もう醤油かけるだけでね一気に味が深くなって美味しくなりますし、歯ごたえもシャキシャキで最高。いやうまい。はい、今回はね電子レンジを使うことでねお塩をこうね野菜なんかに一気に染み込ませる、そんな方法を紹介させていただきました。この方法を覚えておくとね浅漬けなんかでしたらあっという間に作れますのでむちゃくちゃ便利です。もちろんね白菜じゃなくても大根やねお茄子そういう食材でも作れますんでね、ぜひ試してみてください。今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。